안녕하세요。北朝鮮専門家、ケンです。それでは北朝鮮を読むを始ませていただきます。皆さん、一度想像してみてください。13歳の幼い少女が両親もいない中で、見知らぬ男性たちの前で全ての服を脱がされ、最も屈辱的な身体検査を受けるとしたら、しかもそれが一度だけでなく、なんと8回もわたって繰り返し行われるんです。さらに衝撃的なのは、これが単なる想像や過去の出来事ではなく、今この瞬間も北朝鮮で実際起こっている恐ろしく悲惨な現実だということです。金正恩の最側近であり、北朝鮮の実質的ナンバー2であるチェリョンヘが女性たちの歯を強制的に全て抜いて入れ歯をはめさせ、自分の変態的な性的欲求を満たすための道具として利用していたという衝撃的な証言まで、さらには金正日のパーティーのために外国から黒人女性を連れてきてストリップショーをさせるというとんでもない事件まで起こりました。50年間3代にわたって受け継がれてきたこの狂気のシステム、国家が直接乗り出して四国の幼い少女たちを性奴隷にする北朝鮮喜び組の悲惨で恐ろしい実態を今ここで全て暴露いたします。1970年代中頃、金正日は父親のキム・イルソンから完全な権力征収を受けるため、綿密に狡猾な計画を立てました。その計画の核心は、まさにキム・イルソンを凶楽と快楽に溺れさせ、政治的判断力を鈍らせることでした。金正日が考案したのが、まさに喜び組という名の組織的で体系的な性搾取システムでした。1979年に正式に発足したこの組織は、キム・イルソンの万獣無休のための組織という偽善的で嘘の名分を掲げましたが、実際には権力征取のための成功で綿密な政治的道具でした。キム・イルソンは金正日の狡猾な計画通り、喜び組と共にする凶楽と快楽に完全に溺れ、その結果、政治的判断力が深刻に鈍りました。これは金正日の権力征取をより良いで安全なものにしました。そうしてキム・イルソンが1994年に亡くなった後、息子の金正日は社会主義国家体制下では前代未聞の不死征取を成功させることができました。金正日は自分の妹、金正日の夫、チャン・ソンテクを喜び組の最高責任者に指名しました。朝鮮労働党総指揮指導部第5課所属として運営されたこの組織は、金正日の個人的な私生活と別荘管理、そして家事のような全ての秘密の仕事を担当する革新部署でした。喜び組の選抜は想像を絶する残酷さと非人道的な方法で行われました。喜び組選抜のための基準を見ると以下の通りです。まず年齢は満13歳から27歳までの幼い少女と若い女性を対象とします。身長は106センチから165センチの間の身長を持つ女性のみが選抜対象となります。会見条件としては、身体の3カ所が全て白くなければなりません。第1に目の白目、第2に肌、第3に歯がすべて白く綺麗でなければなりません。顔の形は卵型であんまり広くない整った顔でなければならず、目は自然な二重まぶたがあるいわゆる三日月の目や柳の葉の目の形を持たなければなりません。最も重要なのは出身成分で、家族が韓国にいたり先祖が地主だった場合は絶対に選抜不可能です。ただ今月は必ず排除されなければならず、純粋な朝鮮血統でなければなりません。毎年全国の中高等学校に朝鮮労働党中央と軍事動員部所属の人事が直接訪問し、基準に合う女学生を血眼になって探し回ります。
会見が優秀な中学3年生から党幹部たちが事前に探し回りながら簡単な予備検査を実施します。最も衝撃的で非人道的なのは選抜過程で行われる検査でした。脱北者の生々しく悲惨な表現です。身体検査は血液型検査より先に身体を一度じゃっと見てから産婦人科に連れて行きます。入るとすぐに、おい、お前男と寝たことはあるかとまず聞きます。症状性検査をするのですが、7回、8回も検査台の上に上がらせます。少女たちはその度に羞恥心で身体を震わせたと言います。検査する場所は仕切りになっているのですが、そこに男性医師と女性医師も一緒にいて、医師先生たちがいる場所であちこち服を脱いで検査するのが大変なので、少女たちはそのまんま全ての服を脱いで上着で隠して検査を受けに回ると言います。そしてそれをまだ見物しに出てきた党幹部たちが横で、あいつはどうだ、あいつはどうかとこのように露骨に品評すると言います。13歳の幼い少女たちが両親も同伴せず、一人の身体で男性たちの前で症状性や現在の身体発育状態のようなものを検査されなければならなかったのです。このような検査はなんと8回もわたって繰り返し実施され、毎回幼い少女たちは極度の屈辱感を味わわなければなりませんでした。このようにして選ばれた喜び組は時間が経つにつれて次第に体系化され、複数の部署に細分化されました。第一の部署は満足組で、最高指導者と高位幹部たちに直接的な性的接待を担当する革新部署です。第二の部署は幸福組で、マッサージやその他の個人的サービスを担当する部署です。第三の部署は下部組で、歌と踊り、楽器演奏などの公演を担当する芸術部署です。特に注目すべき点は、金氏一家自体が喜び組出身者と深い関係があるという事実です。今宵も喜び組の下部組所属出身の舞踊家で、1970年代に舞踊家として活動していた際に金正日の目に留まり、彼の妻となりました。現在の金正恩の妻であるリ・ソルチュも금성学校を卒業し、ウナス格言格団という喜び組系列館に所属していました。リ・ソルチュは実際にこの学校を卒業した後、金正恩の正室として選ばれ、これは喜び組システムがどれほど北朝鮮最高権力層の奥深く根を張っているかを示す代表的な事例です。このようにして選ばれた喜び組たちは、金正日だけではなく、北朝鮮の高位公職者たちにも正常能の幹部として転落しました。その代表的な人物がチェ・リョンヘです。金正恩の現在のナンバー2であり、国務委員会第一副委員長であるチェ・リョンヘは、金正日時代に喜び組管理者として想像を絶する変態的で非人間的な行為を行いました。チェ・リョンヘが反した衝撃的で悪魔的な行為を具体的に見てみましょう。第一に、外国人モデルを利用したストリップショーがあります。金正日のパーティーのためにアフリカやオーストラリア、バングラデシュのような国々から黒人モデルを北朝鮮に連れてきて露骨なストリップショーをさせました。これは国家レベルで外国人女性を性的道具として利用した国際的犯罪行為です。第2位は強制抜歯事件です。青年同盟競争各団所属の女優たちに自分たちの歯を全て抜いて入れ歯をはめるよう強要しました。歯を1本抜くたびに100ドルずつ支給しながら総額3600ドルを渡して全抜歯を強要したのです。これは女性を性的快楽の道具にするための極度に変態的な行為でした。第3は組織的グループ性行為です。平壌市万경다이区駅に位置するサロチョン傘下のホテルスイートルームで毎週一度ずつ定期的に党幹部たちと一緒に組織的なグループ性行為を繰り返しました。まだ参加の青年同盟芸術団と全国の青年の中から希望の女性を厳選して自分の別荘でもこのような行為を繰り返しました。第4は極度に変態的な飲酒方法です。洋酒を飲むときもグラスで飲んだのではなく、女性の両足をしっかりと合わせてつけさせ
せた後、その間に酒を注いで飲み、女性の背中から胸に流れ落ちる酒を受けて飲む極度に変態的な方法を楽しみました。このようなチェリョンへの非人間的行為が金正日に報告されると、金正日は激怒してチェリョン兵を1年間地獄と呼ばれる教科書に送って規律を正したと言います。ところがさらに呆れることは、無理やり抜歯させられた喜び組員たちも一緒に教科書に連れて行かれたということです。この喜び組女性たちは若い年齢で強制的に抜歯しながら生じた深刻な後遺症と教科書の過酷な労働まで重なって想像できない苦労をしたと証言されています。このように喜び組の悲惨な事態を察知した一部の親たちは、あらゆる悲壮で絶望的な方法で自分の娘たちを守ろうとしました。第一の方法は意図的な傷害でした。娘の顔にわざとナイフで傷跡をつけたり、ネットで火傷を負わせて美貌を損傷させることでした。第二の方は巨額の賄賂でした。家族の全財産をはたいて巨額のお金で党幹部たちに賄賂を渡して子供を除外させようと試みることでした。第三の方は壮婚でした。娘がまだ幼い年齢にもかかわらず、早く結婚させて既婚女性にして選抜大職から除外させることでした。しかし大部分の家庭は絶対的な国家権力の前で完全に手も足も出ませんでした。北朝鮮の全体主義体制下で一般住民が国家の決定に抵抗するということは事実上不可能だったからです。むしろ経済的に困難な地方に住んでいた人々にとっては、平壌に行けるということが身分上昇の機会とみなされることもありました。喜び組として選抜されれば、良い家に住むことができ、良い食べ物を食べることができ、後には恋幹部と結婚する機会も生まれるという誤った建造のためでした。北朝鮮では朝鮮民主主義人民共和国刑法第194条で、式場で卑猥な内容を反映した音楽、踊り、絵、写真、書籍、ロッカー物と電子媒体のようなものを見たり聞いたり、そのような行為をした者は2年以下の労働鍛錬刑に処する。情状が重い場合には5年以下の労働強化刑に処すると見学に規定しています。ところが肝心の最高権力者である金氏一家は最も大敗的で変態的な性文化を思う存分楽しみながらも、一般住民には見学で非現実的な道徳律を強要する極度に偽善的で理重的な姿を見せています。それではキム・イルソンが死亡し権力を完全に掌握した金正日は喜び組をどのようにさらに体系化し拡大したのでしょうか。喜び組と共に行った金正日の2週間続いた狂乱のパーティーは一体どのような様子だったのでしょうか。そして喜び組によって生じた問題で自分の妻を銃殺したリ・ミョンジェ事件の顛末は何だったのでしょうか。また北朝鮮社会全体がどのようにこの性搾取文化に止まっていったのでしょうか。次回では金正日時代の喜び組の全盛期と北朝鮮合意層全体を堕落させた凶楽政治の衝撃的な実情について詳しく調べていきます。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録と高評価は次の動画制作に大きな助けとなります。감사합니다。